どうも、龍造です。初心者からできる、基礎練習ですよね。その第1。まずは、スケール編ですね。やっていこうと思います。で、これはですね、初心者とか上級者とかそういう、レベルに関係なくみんなできるというかですね、僕も、未だに、よくやってるトレーニングなんで、それをちょっと紹介していこうと思います。で、スケール編はですね、2つあってですね、クロマチックスケールと、メジャースケールの練習があるんですけど、まずクロマチックの方から説明しますね。で、クロマチックっていうのは半音階のことで、こう半音ずつ上がっていくトレーニング。すごい一般的なやつですよね。こう、1、2、3、4、1、2、3、4と、個、動いていくんですけど、よくあるのは、こう、なんていうんですか、こう縦型に移動していくタイプ。こう、上に上がっていったりとか。よくやるんですけど、僕がおすすめするのはこの横に移動するタイプですね。縦型ももちろんいいんですけど、僕はいつも横でやるんで、今回ちょっと横に行くやつをちょっと紹介しましょう。で、まずクロマチックなんですけど、まず左手から行きましょうか。ですね。ここはですね、基礎練習で大事なのはそのフォーム作りと、筋トレ的な要素があるんで、基礎練習は。筋力アップが一つなのと、フォーム作りも大事なんで、とりあえずフォームに気をつけてやっていきますね。まず、1弦からいきましょうか。この1、2、3、4って押さえたときに、注意事項がいくつかあって、まずこの親指をね、出さない。親指出すスタイルもあるんですけど、僕がやってるのはそのクロマチックの時は親指下げる。これ親指出すやつをロックグリップって言うんですけど、こっちの下げる方、クラシックグリップかなクラシカルグリップかよくわかんないですけど、2通りあるんですよね。親指出すか下げるか。で、クロマチックの時は親指下げていきましょう。でね、よくあるのは、この1、2、3、4って押さえた時に、こう、指が1個ずつこう離れちゃう人が多いんですけど、僕はね、つけた方がいいと思います。こう、小指を押さえるまで他の指離さない。で、移動の時だけこう、また離して、人足指からスタートする。で、移動していきますね。で、これをね、結局ね、1弦だけじゃなくて6弦もやるんですけど、6弦でやってみるとね、フォームが分かりやすいですね。6弦でいくときにこう親指出してやると、小指が開かないんで、6弦の時は絶対にこの親指を下げないとまず届かないんですよね。よっぽど手がでかい人じゃないと。こういう感じですよね。で、このフォームのまま1弦も同じような感じでやるイメージです。で、もう一個注意点は、ここら辺とかだとフレットの幅が広いから、こう指がこう、伝わります？指があんまり開かなかったりするんですよね。じゃなくてちゃんと指開いて、このね、フレットギリギリを目標にやっていきます。こうフレットから離れないことですね。で、こう一個ずつ上がっていきます。どこまででも行ってもいいんですけど、12フレットぐらいにしましょうか。12フレットまで小指が来たら、今度戻っていきます。僕だったらこんな感じなんですけど、で、これは僕のおすすめで、これが正解とかいうわけじゃないんですけど、戻りはですね、このね、人差し指は離さずにいけるんですよ。だからこう、1個移動したときに、全部1回離れるんじゃなくて、人差し指だけはつけっぱなしで行くのをおすすめします。こう。だから移動したときに小指と人差し指がつく状態ですよね。こう。もしくはもう4本全部つけちゃうか。で、離していく。4本つけて離していく。で、これ上の弦でやったりとか。でですね、初心者の方だと、ある程度経験してる人は上の弦まで行ってもいいんですけど、上の弦の方がね、難しいんですよね。だから初心者の人はなんか自分のペースに合わせて、3弦まで行ったりとか4弦まで行ったりとか、慣れてきて一番上まで行くようにするといいんで、自分のレベルに合わせて調節できますね。で、右手に関してなんですけど、ピック使っちゃってもいいんですよ。で、ピック使うんだったら、オルタネートですね。こっちでダウンアップダウンアップでやった方がいいです。オルタネート。ダウンアップ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 。ピックの方が早く弾けるんですけど、ここでですね、僕は最近ピック使ってなくて、右手のトレーニングも兼ねて僕はやってるんで、人差し指と中指のオルタネート。見えます？右手ですね。人差し指中指こう交互にやっていったり、あと中指薬指で交互にいったりとか、小指は使わないですね。中指薬指で交互にいったりとか。こっちもだからオルタネートって言いますね。
指のオルタネートでやったりするんですけど、これもですね、初心者だと指1本でいっても大丈夫です。この交互にいくっていうのが結構難しいんで、指1本で、人差し指だけとかでもいいですよ。慣れてきたら人差し指中指交互でいって、このオルタネート。さらに慣れてきたら中指薬指。こっち難しいですね。中指薬指交互でやると右手のトレーニングにもなりますね。で、右手に関しては、前の動画でね、アルアイレとアポヤンドかな。2つの奏法を紹介したんですけど、アルアイレっていうのは、こう、弦弾いた後にこの、なんていうか、空中にこう離すというか、こういう奏法のことをアルアイレって言うんですよね。アポヤンドっていうのは弾いた後にこう上の弦でこう指を止めてあげる。で、自分で弾いて比べてみてください。音が結構違うんで。こう引っ張る感じなのか、上で止めるのか。で、止める方はアポヤンドって言うんですけど、クロマチックの時は僕はね、アポヤンドをおすすめしてます。で、親指はもう6弦とかに乗っけちゃって、ここに乗っけたまま、右手ですね。こういう感じで上の弦に1回止めてあげる。これが2弦とかでも一緒ですね。3弦、4弦までいけます。で、5弦弾くときは、アポヤンド弾きにくいんで、5弦は気にしなくて大丈夫です。普通に RI で弾いてもらって、で、6弦も一緒ですね。アポヤンドじゃなくていいです。もちろん、上の弦がないんでね。で、これをいろんな弦でやってみるというのが、まあ、僕のおすすめするそのクロマチックスケール。で、テンポはですね、メトロノームとか、なんか使った方がいいです。テンポの目安になるやつ。で、よくありがちなのはやっぱりその、自分の中のテンポだけでいっちゃうと、すんごいよれるんですよね、実は。すっごいよれてて、なんか自分が苦手なところとかは遅くなったりとかすると、あんまりトレーニングの効果がないんで、まず一つは、テンポをしっかり決めるんですけど、僕が、よくやってるのは、その、テンポを記録するんですよね。メモ用紙でも何でもいいんですけど、覚えてもいいですよ。テンポを記録して、皆さんよく誤解してるんですけど、スケール練習っていうのは結構スピードを求めた方がいいんですよ。これは僕の理論ですけど、とにかく自分が弾けるマックススピードとかを挑戦した方がいいんですよね。じゃないとそのスケール練習が楽しくないってこうなりがちな、楽しくはないんですけど、なんかそのどうしてもやる気が起きないみたいな原因の一つにその目標設定がないんですよね。だからスピードを目標に置いてあげて、例えばそのテンポ100、BPM100 でどのぐらいか分かんないですけど、100ぐらいで弾くのが自分の、ベストスピードだとしましょうか。そしたら今日は105に挑戦してみようとかいうふうにやるんですよね。で、大体僕はその何セットかこれをやるんですけど、1回だけで終わらずにセット組むんですけど、例えばマックススピードが100だと、100でちょっと音が雑になるとしましょう。ちょっとこう音がポツポツ途切れちゃうよみたいな、テンポ100だと。そしたらそのスピードをマックススピードと置いといたら80ぐらいからやるんですよね。で、80だったら綺麗に弾けると、ちょっと余裕もあるぞと。で、80で1セットやって、その次90で上げて、弾けるなと。んで100に挑戦して、いつもよりちょっと綺麗に弾けたかもみたいな感じのセットの組み方が僕はおすすめですね。だからいつも僕がレッスンの時にやるのは、ちょっとゆっくりめのスピードで、スケールやって、綺麗に鳴らしてから、マックススピード挑戦して、ちょっと雑になるんですけど、とりあえず挑戦することは結構大事で、もうスポーツと一緒ですよね。常にこう、記録に挑戦する。スポーツ的な要素があるのかもしれないですね。で、そのままで終わっちゃうと、ちょっとね、汚いフォームで終わっちゃうんで、どうしてもね。だからもう一回ちょっとスピードを落としたりとかしますね。落として、ちゃんとしたフォームで綺麗に弾いて、その基礎練習終わりみたいな流れでやるのがおすすめですね。ということなんで、自分にとってのまずテンポを探して、綺麗に弾けるやつと、ちょっと汚いんだけど、なんとか弾けるなっていうテンポの2つを、用意するといいですね。それからですね、この普通のクロマチックで慣れてきたら、このね、今、1、2、3、4って言って、戻りは4、3、2、1で戻ってたんですけど、このパターンを変えるのもありですよ。1、2、1から始まるのは絶対なんですけど、1、2、3、4の他に、
他にというかこれ合わせて6パターンあって、1243のパターンもあります。これね、パターン変えると結構ね、指がしんどいんでやってみるといいですね。で、戻りも4312と、ちょうどこうひっくり返る感じですね。これ2個目のパターンで、今度は13っていくんですね。1324 1324で、帰りも逆になって4231、これ3パターン目です。4パターン目は1342 1342で、戻りももちろん逆で4213、これ4パターン目で、今度は14に行くパターンで1423、帰りが、4132になるんですね。で、最後6パターン目が1432ってこう逆に行く感じです。帰りがもちろん4123、逆になりますね。ちょうど逆になります。みたいな6パターンあるんで、普通のクロマチックで慣れてきたら、こういうパターンを、指の順番を変えるのもすごくありなんで、こっちも試してみてください。ここからはですね、メジャースケールの紹介に行くんですけど、メジャースケールも、一緒です、考え方は。これも本当にもう皆さん、結構誤解されがちなんですけど、スケールもスピードが大事です。とにかく早く弾きたい。これはですね、スケールの目的なんですけど、よくね、言われるのはその、アドリブ練習の時のためにこうスケール練習するとか結構思われてる方いるかもしれないですけど、あんまりですね、アドリブの時にスケールを意識しないんですよね。僕はですけど。スケール練習はどっちかっていうと、この指の運動で、とりあえず早く正確に綺麗に動く指を作りたいわけですよ。それがスケール練習が一番最適なんで、僕は大体いつもレッスンの時でも絶対スケール練習はさせるんですけど、で、いろんなスケールがあるんですけど、とりあえずC のメジャースケール、ドレミファソラシドでいきましょうか。で、ドレミファソラシドは、ググってみてください。いっぱい出てくるんで、まずこの場所を、別にここじゃなくてもいいんですよ。どこでもいいんですけど、ドレミファソラシド。とりあえずググってみて、自分がここならいい感じだなと思うスケールの場所を探してみてください。で、これもね、早く弾きたいんで、僕はですね、ピックをおすすめするんですけどね、慣れてきたら、ある程度早く弾けるようになってきたら、ピックの方が早いんで、でもこの指でも、いけますね。これも一緒です。オルタネートで。クロマチックの時と一緒です。できるだけこう交互に。この時も僕はあれですね、アポヤンドで弾きますね。上の弦はアポヤンドじゃないんですけど、4弦ぐらいからこう、アポヤンドに切り替わりますね、右手が。ここら辺ぐらいからこう切り替わって。僕はあんまり指使わないから苦手なんですけど、指で弾きたい人は指でもいけます。ただスケールの時は僕はですよ、ピック使います。このオルタネートですね。で、大事なのはこのね、行って、戻るだけだとあんまり効果がないというか、すぐ終わっちゃうでしょ。なので、このね、スケールを、組み替えるんですけど、組み替え方が、これがたくさんあって、飽きないとは思うんですけど、1個だけ紹介しますね。いっぱいありすぎて全部紹介できないんで。例えばですよ。今これドミレドって言ったんですよね。ドミレド。これを、4つか。ドミレドの4つが 1つのブロックで、次はレから始まります。レファミレ。で、次ミソファミ。で、ファラソファ。ソシラソ。ラドシラ。で、こう上がっていきます。要領は分かりますね。で、戻りも一緒です。今度はドラシドですね。みたいな感じです。要は、組み合わせは自分で好きに選んじゃっていいんで、自分の好きなパターンを作ってみるといいですね。ドミレドじゃなくても、ドレミドで上がっていってもいいですよ。で、レミファレミファソミとかでもいいですし、何でもいいです。
僕はあんまりアコギでこのスケール練習実はしないんですよね。いつもエレキなんで、アコギで弾きにくいんですけど、それでもある程度早く弾けますね。うん。で、戻りも一緒ですね。うん。ぐらいのテンポは僕でアコギでもいけるんで、まあ、ここら辺を目標にスケール練習やってみるといいんじゃないかなと思います。で、もちろん、これもメトロノームとかなんかテンポの目安になるやつを使って、で、これこそスピードが結構大事なんで、テンポを記録します。例えばまあ、さっきと同じですね。100マックスの人が、まあ、80ぐらいで綺麗に弾いて、100にやって、いけそうだなと思ったら105とかに挑戦して、やっぱダメだったな、みたいな。そしたら80にまた戻して、綺麗な音でやってみるという感じで、とりあえずもうね、記録に挑戦しないとスピードが上がっていかないんで、とりあえずもう、早く綺麗にです。目標は。で、これは何回も言っちゃうかもしれないですけど、基礎練習がそのつまらない原因はやっぱりその目標設定なんですよね。なんか記録に挑戦できるものがあったら多分、楽しめるというか、頑張れるんじゃないですかね。あと1個、すいません、補足ですね。このメジャースケールやるときも、クロマチックと一緒で親指下げてこのクラシカルグリップ、親指出ないことですね。だからこうならないことです。指動かないんでね。親指下げちゃって。プラスですね、よくありがちなのは、メジャースケールやるときにこう、例えば、わかりやすく、普通のドレミアソラシドでいきましょうか。僕だったら、こういう感じなんですけど、ありがちなのは、こうね、人足指行くときにこう手が動いちゃう。だからこうなっちゃう。すごい大げさにいくと。こう手をなるべくね、動かさないことですね。もうここっていうポジション決めたら指先だけ。で、死の時はちょっとずれるんで、この時は動いちゃうんですけど、また元に戻ります。動いたら元に戻る。それ以外はもうね、ここをね、あんまり手首を動かさないことです。がポイントですね。これまた後の動画に、スケールというかその、手の重心の話をするんで、そっちも合わせてみるといいかもしれないですね。ということで、ぜひやってみてください。どうも、龍造でした。